2026年5月、韓国、ソウルの小さな病院の一室で、一人の男性が声もなく泣いていた。彼の手の中には、黄ばんだ一枚の紙があった。しわくちゃで、今にも破れそうなその紙には、たった一行の文字が書かれていた。それだけだった。それだけで、48年間が、動いた。扉の向こうに、白髪の女性が座っていた。窓から差し込む午後の光が、その横顔を柔らかく照らしていた。女性はゆっくりと振り返った。そして、男性の顔を見た瞬間、口元が小刻みに震え始めた。ずっと、待っていたよ。その一言が、部屋の中に静かに落ちた。男性は一歩、また一歩と近づき、その手をそっと握った。48年分の時間が、その小さな手のひらのぬくもりの中に、全部あった。これは奇跡の話だ。しかし、奇跡はある日突然空から降ってきたわけではない。一人の老人が、誰にも言えない秘密を胸に抱えたまま、40年間生き続けた。その秘密が、彼の死の2日後に、ようやく動き出した。遺品の箱の底に、一枚の黄色い紙が滑り落ちた。そこには住所が書かれていた。000駅の近く、青い家。それだけだった。それだけで、男性の止まっていた10年が、再び走り出した。では、なぜ祖父はその紙を隠し続けたのか。なぜ48年間、母親は息子を待ち続けることができたのか。そして、その青い家には、本当に答えがあったのか。すべての始まりを知るために、まず、この男性自身のことを知らなければならない。幼い頃、養老院で母親と引き離された、あの日の記憶から、次のパートでは、主人公がどんな少年で、どんな人生を歩んできたのかを、丁寧に紐解いていく。彼の名前は、キム・ジョンウ。1952年、韓国の小さな港町に生まれた。幼い頃の記憶はいつも霞の中にある。母親の顔はどこか柔らかくて温かかった。それだけははっきりと覚えている。しかし彼が6歳になった年の冬、そのぬくもりは突然消えた。理由は貧しさだった。戦後の混乱が続く中、母親は一人で彼を育てていた。仕事も住む場所も満足にはなかった。ある朝、母親は泣きながら彼の手を握った。そして、施設の門の前に立った。すぐに迎えに来るから、待っていて。その言葉が、彼の人生を、長い長い待ち時間に変えた。養老院での暮らしは、決して悪くはなかった。食事もあった。屋根もあった。しかし、夜になると、彼はいつも窓の外を見た。母親が来るかもしれないと、思い続けた。1年が過ぎた。3年が過ぎた。そして、10年が過ぎた。母親は、現れなかった。施設を出た後、彼は工場で働きながら、独り立ちの道を歩んだ。学歴もなく、頼る家族もなかった。それでも、彼は真面目だった。寡黙で、誠実で、少しだけ、悲しそうな目をした男だった。20代の終わり頃、彼は初めて本格的に母親を探し始めた。行政の記録を当たった。当時の施設の関係者にも話を聞いた。しかし、手がかりはどこにもなかった。母親の名前すら、正確には知らなかった。それでも、彼は諦めなかった。30代に入っても、40代になっても、探し続けた。10年以上、その問いを持ち続けた。そして、50代に差し掛かったある日、彼はついに、手を止めた。もう、いいかもしれない。静かに、そう思った瞬間があったという。諦めとも、解放とも、つかない感情だった。しかしその直後、一人の老人が息を引き取った。長年、バスの停留所に立ち続けた、あの祖父が、そして、遺品の箱の底に、一枚の紙があった。止まっていた10年が、再び走り出した瞬間だった。次のパートでは、祖父との関係、そして発見された一枚の紙が、どのようにして奇跡への扉を開いたのかを、丁寧に辿っていく。祖父が息を引き取ったのは、2026年の春だった。バスの停留所に40年以上立ち続けた男が、静かに言った。享年81。葬儀は小さく、しかし温かいものだった。遺品の整理は、葬儀から2日後に始まった。古い段ボール箱が、押し入れの奥から次々と出てきた。色あせた写真、
使い古された手帳、誰かへ宛てた、送られなかった手紙、そのどれもが、祖父の長い人生の断片だった。最後の箱を持ち上げた時、そこからひらりと一枚の紙が落ちた。黄色く変色した小さな紙だった。折り目が何度もつけられ、また広げられたような跡がある。震える手でそれを拾い上げた。そこには、たった一行が書かれていた。丸、駅近く、青い家。文字は細く、しかし確かな意志を持っていた。祖父の筆跡だった。男はその場に崩れ落ちた。10年前、男は母親を探すことを諦めていた。施設を出たあの日から、ずっと探し続けてきた。役所の記録をたどった。施設の古い台帳を調べた。知人に頭を下げ、記憶を掘り起こしてもらった。それでも、何も見つからなかった。諦めた夜の静けさを、男はよく覚えている。泣くことすらできなかった。あの夜を。しかし祖父は、知っていたのだ。ずっと、知っていた。そして40年間、誰にも言わなかった。なぜ黙っていたのか。なぜ教えてくれなかったのか。怒りと悲しみが、同時に胸に押し寄せた。それでも男は立ち上がった。その髪を、大切に胸元に押し当てながら、翌朝、男は電車に乗った。メモに書かれた駅へ向かった。改札を出ると、古い住宅街が広がっていた。路地を歩き、角を曲がるたびに心臓が鳴った。そして、見えた。青い家が、門の前に立ったまま、男はしばらく動けなかった。インターホンに指を伸ばすまでに、どれほどの時間がかかったか。呼び鈴の音が、静かな午後に響いた。足音が聞こえた。ゆっくりと、扉が開いた。白髪の女性が、そこに立っていた。その瞬間、言葉は何も出なかった。ただ、涙だけが先に流れた。48年という時間が、その一瞬に凝縮されていた。次のパートでは、再会の言葉、そして母がなぜ48年間待ち続けたのか、その深い理由へと踏み込んでいく。扉が開いた瞬間、時間が止まったように感じた。白髪の女性は、しばらくの間、ただじっとこちらを見つめていた。その目が、少しずつ潤んでいくのが分かった。あなた、来てくれたんですね。それだけだった。たった一言。でも、その声には、48年分の全てが込められていた。男は何も言えなかった。言葉を探したが、どこにも見つからなかった。ただ、涙だけが頬を伝い続けた。母は静かに手を伸ばした。震える指先が、男の手に触れた。そのぬくもりを感じた瞬間、膝から力が抜けた。玄関先で、男は泣き崩れた。母も、その場に座り込んだ。二人は言葉もなく、ただ手を握り合っていた。どれほどの時間が過ぎただろうか。日差しが少し傾いた頃、ようやく部屋の中へ入った。小さな居間には、古びたアルバムが棚に並んでいた。テーブルの上には、色あせた子供の写真が一枚、飾られていた。男の幼い頃の写真だった。ずっと見ていたんです。と、母は静かに言った。あなたのことを、一日も忘れたことはなかった。男は写真を手に取った。指先がかすかに震えた。施設に預けられたあの日のことを、母は話し始めた。病気だった。働けなかった。このまま一緒にいたら、息子まで苦しめてしまうと思った。手放すことが、あなたへの愛だと信じていた。その言葉が、胸の深いところに刺さった。愛されていなかったのではなかった。捨てられたのではなかった。ただ、母は、幼い我が子を守るために、自分を犠牲にしたのだ。男はようやく理解した。48年間、心の中に抱えてきた問いへの答えを、なぜ自分は施設に入れられたのか、なぜ母は迎えに来なかったのか、その答えは、怒りではなく、深い悲しみと、それ以上に深い愛だった。窓の外で、小鳥が一斉鳴いた。母がそっと微笑んだ。男も、初めて、心から笑い返すことができた。48年越しの、その笑顔の先に、これから二人が歩んでいく時間がある。失った歳月は取り戻せない。それでも、今日この瞬間から、新しい日々が始まる。そして、その日々は確かに、穏やかな幸せへと続いていた。その日から、二人の時間が始まった。最初は、どこかぎこちなかった。当たり前のことだ。48年という歳月は、簡単にはうずまらない。母は毎朝、
男の好きそうなものを食卓に並べた。好みも知らないのに、それでも並べた。何が好きなのと聞きながら、嬉しそうに目を細めた。男は答えるたびに、胸が詰まった。こんな風に聞いてもらえる日が来るとは、思っていなかった。IMG。小さな食卓に並ぶ温かい朝食。母が微笑みながら息子を見ている。季節が変わるたびに、二人は出かけた。近所の公園で、川沿いの道で、何でもない話をしながら歩いた。母はよく立ち止まった。花を見つけるたびに、空を見上げるたびに、あなたが小さかった頃、こういう花が好きだったのよ。母はそう言って、また微笑んだ。男は覚えていない。でも、母は覚えていた。ずっと、覚えていた。IMG。川沿いの道を並んで歩く老いた母と中年の男。穏やかな午後の光。2026年の春、桜が満開になった頃、男は初めて母と写真を撮った。スマートフォンを持つ手が少し震えていた。母も同じだった。笑って誰かに言われなくても自然と笑顔になった。それが今まで生きてきた中で一番幸せな瞬間だと男は思った。IMG。桜の木の下で肩を寄せ合って写真を撮る母と息子。しかし幸せというものはいつも静かに続くわけではない。夏の終わり、母が体調を崩した。最初は疲れだと思っていた。でも、検査の結果は予想よりも重いものだった。男は病院の廊下でしばらく動けなかった。やっと取り戻した時間がまた消えてしまうのではないか。その恐怖が足を震わせた。IMG。病院の廊下で窓の外を見つめる男。夕暮れの光が差し込んでいる。病室に戻ると、母は穏やかな顔をしていた。心配しないで、と言った。あなたに会えた。それだけで、もう十分なの。その言葉が、男の胸に深く刺さった。泣くまいとした。でも、涙は止まらなかった。母の手を握ると、暖かかった。48年腰に触れた。その手のぬくもりは、どんな言葉よりも雄弁だった。どんな試練が来ても、もう一人じゃない。その確信だけが、男を前へ進ませた。この先に待つ日々の中で、男を支え続けたものがある。どんな夜にも、支えてくれる人がいた。男の名は、ジュノと言った。幼い頃から、孤独を知っていた。老人ホームで育ち、母の顔も記憶の奥に薄れていった。それでも、前を向けたのは、一人の人物のおかげだった。バス停で働く、老いた運転手。誰もが、おじいさん、と呼んだ。その人、おじいさんは、無口だった。多くを語らなかった。でも、いつもジュノの隣にいた。学校でいじめられた日も、就職が決まらず、部屋の隅で膝を抱えた夜も、おじいさんは、ただ黙って、隣に座っていた。何もできなくて、すまないな、と、一度だけ言った。ジュノは首を振った。いてくれるだけで、十分です、と答えた。それが、二人の間にある、言葉にならない約束だった。母を探し始めたのは、30代の頃だった。役所を回った。記録を漁った。古い写真を手がかりに、見知らぬ町まで足を運んだ。でも、何も見つからなかった。10年が過ぎた頃、ジュノは限界を感じた。もう、やめようと思った。母はすでに、この世にいないのかもしれない。そう思い込もうとした。その夜、おじいさんに電話した。諦めようと思います。と、声を絞り出した。おじいさんは、長い沈黙の後、こう言った。お前が諦めたら、誰が探す。それだけだった。それだけで、ジュノはまた立ち上がった。あの一言が、なければ、すべては、そこで終わっていた。おじいさんが言ったのは、昨年の冬だった。葬儀の2日後、遺品の箱を整理していた。一枚の黄色い紙が、箱の底から滑り落ちた。00駅近く、青い家。たった一行だった。しかし、その一行に、40年分の思いが込められていた。おじいさんは、知っていたのだ。ずっと、知っていた。それでも言わなかった。ジュノ自身の手で、たどり着いて欲しかったのかもしれない。あるいは、言葉では届かないものを、最後の贈り物として残したかったのかもしれない。母に会えた今、ジュノはようやく理解した。支えるとは、答えを与えることではない。隣にいること、信じ続けること。
それだけで、人は前に進める。おじいさんのぬくもりが、母の手のぬくもりと重なった。失ったものと、取り戻したもの。その両方を胸に抱いて、ジュノの日々は、静かに変わり始めていた。変化は、突然訪れるものではない。気がつかないほど小さな瞬間が積み重なって、ある日ふと振り返ると、自分がまるで別の場所に立っている。ジュノにとって、その変化は祖父の遺品の中で始まった。黄色い紙切れ1枚。たった一行のメモ。それだけが、止まっていた時間を動かした。IMG。古びた手帳と薄れかけた文字。柔らかな朝の光。母と再会してから、ジュノの毎日は少しずつ形を変えていった。以前は、超目が覚めるたびに胸の奥に重さがあった。それが何なのか、長い間わからなかった。でも今はわかる。それは、空白だった。埋めるべき場所が、ずっとそこにあった。母の声を聞くたびに、その空白が少しずつ暖かくなっていく。完全に消えたわけではない。48年という時間は、簡単には解けない。でも、もう怖くはなかった。IMG。窓から差し込む朝日。テーブルに置かれたコーヒーカップ2つ。ジュノは変わった。怒りを手放した。なぜ捨てられたのかというとよ。もう繰り返さなくなった。母の事情を知り、祖父の沈黙の意味を知り、それでも続いた48年の待ち時間を知った。責める言葉は、もうどこにも残っていなかった。IMG。老いた母の手と、それを包む息子の手のクローズアップ。人は、許すために理由が必要だと思っている。でもジュノが気づいたのは、許すとは理解することではないということだった。ただ、受け入れること、そのまま、ここにいること、それだけが、本当の始まりだった。祖父が40年間守り続けた秘密、母が48年間灯し続けた希望。その2つが重なった場所に、今のジュノは立っている。IMG。夕暮れの道、2人の人影が並んで歩く後ろ姿。選択が、人を作る、諦めかけた10年があった。それでも、もう一度だけ探そうと思った夜があった。あの夜の選択がなければ、黄色い紙を手に取ることもなかった。小さな勇気が、奇跡の扉を開けた。変化とは、劇的な出来事ではない。ある朝、鏡の中の自分を見て、少しだけ柔らかくなった表情に気づく。そういう静かなものだ。ジュノの物語は、まだ終わっていない。むしろ、本当の意味でここから始まろうとしていた。そして次の章では、この再会が二人にもたらした、予想もしなかった感動の結末が明かされる。その日の朝、ジュノは眠れなかった。パランジク、青い家。その6文字が、頭の中でずっと繰り返されていた。駅の名前は、古い地図でようやく見つけた。今ではもう廃線になった路線の、小さな無人駅。祖父が現役だった頃、バスの終点だった場所だ。IMG。朝霧の中、一人で古い駅に向かって歩くジュノの後ろ姿。タクシーを降りた時、風が冷たかった。駅舎はもう使われていない。錆びた看板だけが、かろうじてその場所の名前を伝えていた。ジュノはゆっくりと歩いた。線路沿いの細い道を、一歩ずつ、そして、見えた。青い家が、そこにあった。色は褪せていた。壁にはツタが絡まり、門扉は古くて重そうだった。でも、確かに青かった。空の色に近い、静かな青。ジュノの足が、止まった。心臓が、痛いほど鳴っていた。10年間、探し続けた。そして10年間、諦めかけた。48年という時間が、この1枚の扉の向こうに、重なっているような気がした。チャイムを押す指が、震えた。返事はなかった。もう一度、押した。静寂。ジュノは唇を噛んだ。もしかしたら、もう別の人が住んでいるのかもしれない。もしかしたら、もうここにはいないのかもしれない。その時、扉の向こうで、音がした。ゆっくりと、鍵が回る音。扉が、少しだけ開いた。白髪の女性が立っていた。小柄で、背中が少し丸くなっていた。でも、その目だけは、ジュノは、息ができなくなった。写真で何度も見た目だった。幼い頃の記憶の中で、泣きながら手を振っていた。あの目だった。女性も、動けなかった。長い沈黙があった。風が、二人の間を静かに通り過ぎた。お母さん、その一言を言うのに、
48年かかった。女性の目から涙が一筋流れた。ずっと、ずっと、待っていたよ。声が震えていた。でも、その言葉は、しっかりと届いた。ジュノは、泣いた。声を上げて、子供のように泣いた。48年分の時間が、その場所で一気に溢れ出した。お母さんは、何も言わずにジュノを抱きしめた。小さな手が、背中をそっと撫でた。祖父は知っていた。ずっと知っていた。そして、信じていた。いつかこの日が来ることを。だから、あの黄色い紙を残したのだ。再会は、静かだった。でも、その静けさの中に、すべてがあった。再会から、3ヶ月が経った。ジュノは今、週に一度、お母さんの家を訪ねる。青い家。あの黄色い紙に書かれていた。あの場所だ。玄関を開けると、いつも温かい匂いがする。お母さんが、何か作って待っているのだ。最初は、言葉が少なかった。48年という時間は、簡単にはうずまらない。でも、沈黙も悪くなかった。同じテーブルに座って、同じものを食べる。それだけで、十分だった。ある日、お母さんがこう言った。あなたの好きな食べ物、ずっと想像してたのよ。と、ジュノは笑った。僕も、お母さんの料理を想像してた。と答えた。二人は、長い間笑い続けた。ジュノの妻も、子供たちも、今ではお母さんと自然に話す。子供たちはおばあちゃんと呼ぶ。お母さんは、その言葉を聞くたびに目を細める。その顔が、ジュノは好きだった。祖父のことは、まだ胸が痛い。でも、怒りはない。ただ、感謝がある。あの人は、信じていたのだ。ジュノが必ずたどり着くと。だから、あの黄色い紙を残した。言葉ではなく、一本の道として、ジュノは時々、バス停に立つ。祖父がかつて働いていた。あの停留所だ。バスが来て、人が乗って、また去っていく。何も変わっていない。でも、見える景色が違う。すべてがつながっているように見える。人生には、届かない言葉がある。でも、届き方を選べる人がいる。祖父は、紙を選んだ。時間を選んだ。そして、ジュノを信じた。48年は、長い。でも、終わりではなかった。始まりだった。お母さんは今日も、青い家で待っている。ジュノは今日も、その扉を開ける。ただそれだけのことが、今のジュノには何よりも大切だった。失われた時間は、戻らない。でも、これからの時間は、二人のものだ。祖父よ、届いたよ。ちゃんと、届いたよ。次回は、この物語の最後をお届けします。ジュノとお母さんが選んだ、これからの生き方、そして、あの黄色い紙が最後に教えてくれたこと、祖父が残した一枚の黄色い紙、たった一行のメモ、それが、48年という時間を、静かに溶かしていった。ジュノは、長い間一人で歩いてきた。母の顔も、声も、ぬくもりも、記憶の中でとっくに薄れていた。それでも、どこかで待ち続けていたのかもしれない。誰かが、自分のために何かを残してくれているのだと、祖父は、何も言わなかった。40年間、黙っていた。でも、何も考えていなかったわけではない。きっと、ずっと考えていたのだ。どのタイミングで、どのように、この紙をジュノに渡すべきかを。そして結局、祖父が選んだのは、自分がいなくなった後だった。それは、残酷なことだろうか。いや、違う、祖父なりの、愛の形だったのだと、今のジュノにはわかる。母もまた、ずっと待っていた。青い家の中で、何十年もの日々を重ねながら、息子がいつか来てくれると信じて生きていた。その信念が、どれほど孤独で、どれほど静かで、どれほど強いものだったか、想像するだけで、胸が締め付けられる。失われた時間は、取り戻せない。それは、どんな再会にも言える、残酷な真実だ。でも、人は前に進める。今日という日を、新しい一歩にできる。それだけは、確かだ。この物語があなたに伝えたいのは、一つだけだ。誰かを待っている人がいるなら、今日、連絡してほしい。会いに行ってほしい。言葉にしてほしい。明日では、遅すぎることがある。祖父のメモは、一行だった。でも、その一行が、二つの人生を変えた。あなたの人生にも、そんな一行があるかもしれない。それは、
誰かへの電話かもしれない。一通のメッセージかもしれない。あるいは、ただ、会いたい、と、素直に伝えることかもしれない。今日も、どこかの青い家で、誰かが待っている。